1、彼は死んだ。金山が死んだ。彼はオフィスで死んだ。20分後、青木刑事と彼の部下たちが着いた。青木刑事は部屋に入って、金山を見た。それから、青木刑事はオフィスを見た。金山は椅子に座っていた。彼は顔を下にしていて、手は体の横にあった。彼の前には大きい机があった。机の上にはパソコンと紙が何枚か置いてあった。そしてケーキとコーヒーも置いてあった。その時、女性が泣いている声がした。青木刑事はその女性に、あなたが110番に電話したのですかと聞いた。女性はまだ泣いていたが、はい、そうですと答えた。青木刑事は、あなたのお名前はと聞いた。その女性は、私の名前は水川です、と答えた。青木刑事は、温かいお茶です。どうぞ、飲んでください。大丈夫ですかと言った。女性はお茶を飲んでから、ありがとうございます。よくなりました、と言った。水川さん、あなたが見たことを私に話してください。私は、社長に薬を届けに来たんです。そして、何の薬ですか？金山さんはあなたの上司ですね。はい。彼はこの会社の社長で、私は彼の秘書です。今日の朝、会社の入り口で彼が頭に手を置いているのを見て、私は彼がまた頭が痛くなったのだろうと思いました。だから私は彼に薬を届けに来ました。私は部屋の入り口にいましたが、彼は何も言いませんでした。私は部屋の中に入りました。しかし、彼は何も言いませんでした。彼は、頭がとても痛いのだと思って、薬を渡したいと思いました。その時、彼から、血が。女性はまた泣いた。青木刑事は、もう何も聞かなかった。彼は水川秘書に少し休んで欲しかった。青木刑事は、どこに血がと考えた。2、二人の秘書。青木刑事は部屋を調べて、水川秘書が見た血がどこにあるのかを見たいと思った。遠くから金山社長の体を見たとき、血はなかった。水川秘書が見た血はどこにあるのだろうか。彼は金山社長の隣に立って上から下へ何回もよく見た。金山社長の髪は少し長かった。髪の中を見ると耳の横に少し赤いものがあった。青木刑事は金山社長の顔を持ってよく見た。よく見たら耳だけではなく目の横、鼻の下、口からも血が出ていた。血は少しだったが、その色は赤黒かった。青木刑事は机の上にコーヒーとケーキがあるのを見て、水川秘書に、このコーヒーとケーキもあなたが持ってきたのですかと聞いた。水川秘書はコーヒーとケーキを見て、それは私ではありません。南秘書が持ってきました、と答えた。南秘書？社長の秘書は何人いるんですか？2人です。私と南秘書です。青木刑事は少し考えてから、あなたの会社で働いている人は何人ですかと聞いた。全部で25人です。水川秘書の言葉を聞いて、青木刑事は少し変だと思った。この会社は、
あまり大きくない。秘書が二人も必要だろうか？しかし、彼はまだ水川秘書にこのことを質問しなかった。今はもっと金山社長のことを知りたいと思っていた。青木刑事は、水川秘書に、社長はよく頭が痛くなるんですか？と聞いた。水川秘書は、そうですね。最近、社長はよく頭が痛いと言っていました。昨日、社長はたくさんお酒を飲んだから、頭が痛かったんだと思います、と答えた。青木刑事は、水川秘書を見て、この女性は、金山社長のことをよく知っていると思った。3、誕生日。青木刑事は水川秘書に、昨日、金山社長はどうしてたくさん酒を飲んだんですか？と聞いた。水川秘書は、昨日は、彼の誕生日でした、と答えた。そして、少し考えた後、私たちは、誕生日ケーキとプレゼントを買いました。社長はとても嬉しい顔をしていました。みんなでご飯を食べて、カラオケに行きました。お金は、社長が全部出しました。社長は、歌うことが好きではありませんが、みんなが歌うのを聞くことが好きでした。南秘書はたくさん歌いました。彼女は、歌がとても上手です。社長は、とても嬉しくて、楽しい顔で笑っていました。社長はたくさんお酒を飲みました。南秘書もたくさんお酒を飲みました、と言った。青木刑事は、そうですか。昨日の夜は、あなたと金山社長と南秘書の三人だけだったんですか？と聞いた。いいえ。他にも人がいました。全部で何人いましたか？8人いました。では、どうして今、南秘書のことだけを話したんですか？他の人はどうでしたか？と、青木刑事は変に思って、水川秘書に聞いた。他の人も歌いましたが、南秘書の歌が一番上手でした。そして、社長も、彼女の歌が一番好きで、嬉しい顔で聞いていました、と答えた。水川秘書はこの質問に答えるとき、青木刑事を見なかった。青木刑事はわかった。そして、水川秘書に、あなたが今、話したことは、金山社長は、南秘書が好きだったんですか？と聞いた。水川秘書は、私は、知りません、と小さい声で答えた。青木刑事は考えた後、南秘書はどんな人ですか？と聞いた。水川秘書は、南秘書はいい人です。そして、とても、綺麗な人です、と答えた。水川秘書はこの言葉を言うとき、悲しい顔をしていた。青木刑事は、そうなんですか？では、金山社長はどうですか？彼はどんな人ですか？と聞いた。水川秘書は、彼はとてもいい社長で、みんな彼のことがとても好きです、とすぐに答えた。青木刑事は、あなたは、彼のことが好きですか？と聞いた。青木刑事はどうして、この質問をしたかわからなかった。しかし、この質問をしなくてはいけないと思った。水川秘書は、好きです、と答えた。その後すぐに、この、好き、は、彼は、私の会社の社長ですから、私も、会社の人もみんな彼が好きです、と言った。青木刑事は、わかりました。これで、あなたへの質問は終わります。ありがとう、と言った。水川秘書は、どういたしまして。私は、
部屋の外に出ますね。と言って、部屋を出た。4、見つけたもの。上。水川秘書が部屋から出た後、青木刑事と彼の部下たちは、金山社長のオフィスを調べて、何かないかを探した。青木刑事は、金山社長の財布の中から、お金や銀行カード、ジムのカード、小さい写真を見つけた。その写真は、長い髪で大きい目の女性の写真だった。青木刑事は、この女性は誰だろうか。金山社長の彼女？どうしてこの写真は、とても小さいんだろう。他の人に見せたくないからだろうか。と考えた。青木刑事は次に、ジムのカードを見た。ジムのカードには、名前が書いてあった。よくわからなかったが、その名前は、南だと思った。このジムのカードは、金山社長のカードではない。南が名前に入っている人のカード？では、どうして金山社長は他の人のジムのカードを持っているのだろうか。青木刑事が考えていると、青木刑事と、彼の部下の山中が彼を呼んだ。山中は、これを見てくださいと言った。青木刑事が山中のところに行くと、銀行の証明書があった。そこには金山社長が1年前から今まで、どの会社にいくらお金を渡したか書いてあった。山中は、これを見てくださいと言った。青木刑事は、2億円？金山社長はいつこのお金を渡した？と聞いた。山中は、7月だから、先月ですね、と答えた。青木刑事は、銀行の証明書を持って、よく見た。そして、このお金は、今年で一番多い。2億円も、仙楽に渡している。山中、この会社のことを調べて、と言った。山中は、わかりました、と言った。金山社長は、どうしてこの会社に2億円も渡したのか？写真の女性は誰だ？ジムのカードの名前は誰だ？と、青木刑事は、頭の中で考えた。5、見つけたもの。下。青木刑事は、金山社長のオフィスの中を調べていた。青木刑事は何かを思い出して、そうだ、山中、と言った。さっき外で、金山社長の会社の人から話を聞いたか？何かわかったか？はい。会社の人から話を聞きました。この会社は、あまり大きくありません。この会社で働いている人は、全部で25人です。金山社長には、2人の秘書がいます。1人は水川秘書で、もう1人は南秘書です。水川秘書は、さっき、青木刑事と話していた人です。南秘書は、今日の朝9時にこのオフィスに来て、金山社長にコーヒーを1杯渡しました。それが今、机の上にあるコーヒーです。もう一人オフィスに来た人がいて、その人は金山社長に仕事の話をしに来ました。今日の午前中に、ここに来た人は、この3人だけです。他に、ここに来た人はいませんでした。他に何かわかったか？さっき会社の人と話していて、面白いことを聞きました。金山社長、水川秘書、そして南秘書の3人の関係が少し変です。多分水川秘書は金山社長のことが好きで、金山社長は南秘書のことが好きです。
青木刑事は何かを思い出し、金山社長の財布の中に入っていた小さい写真を出して山中に見せた。そして、山中はさっきこの人を見たかと聞いた。山中は写真を見て、南秘書です。この人は南秘書です。とすぐに答えた。青木刑事は少し考えてから、わかった。このオフィスをもっと調べる、と言って、二人はまたオフィスを調べ始めた。6、彼女が結婚している ?5 分後、青木刑事は目の前の紙を見て、とても面白いと思った。青木刑事は山中に、南秘書が結婚していることを知っていたと聞いて、手に持っていた紙を見せた。え？本当ですか？南秘書は結婚していないでしょう。恋人もいないと思いますよ。金山社長は彼女の恋人になりたいと思っていたんですから。山中はそう言って、青木刑事が持っている紙を手に取った。その紙を見て、彼の目は大きくなった。これは、南秘書の結婚証明書？彼女は結婚していますか？彼女の夫の名前は、高田ですか？ちょっと待ってください。この紙が金山社長のところにあったんですよね。では、彼は、南秘書が結婚していることを知っていましたね。そうだ。多分、金山社長は最近、南秘書が結婚していることを知ったんだろう。青木刑事、私は南秘書には何か問題があると思います。青木刑事は、私もそう思う。でも、私たちは、そう思うだけではなく、もっとたくさんのものを見つけないといけない、と言った。青木刑事はオフィスを見て、山中に、ここは、もうすぐ調べ終わる。山中、警察署に戻って、机の上にあったケーキとコーヒーをすぐに調べて。そして、船落会社のことも調べて。私は、他の部下たちと一緒に金山社長の家を調べに行く。多分新しいものを見つけることができるだろう、と言って、オフィスを出た。彼と部下たちは金山社長の家に車で行った。車の中で、青木刑事は山中の話を思い出して考えていた。彼は、南秘書をよく調べる必要があると思った。船落会社も少し変だ。金山社長は先月、この会社に2億円を渡した。しかし彼は、今月、死んだ。このお金は、金山社長が死んだことと関係があるだろうか。7、船落会社。その日の夜、青木刑事が警察署に戻ると、山中がすぐに走ってきて、青木刑事、船落会社のことを調べました、と言った。彼は、青木刑事に船落会社のことを、早く話したかった。青木刑事はすぐに、どうだったと聞いた。山中は、とても面白いことがわかりました。この船落会社の高田社長が誰だかわかりますかと聞いて、次は笑って、南秘書の結婚証明書を思い出してください、と言った。青木刑事はよく考えた。そして、目を大きくして、彼だ、と言った。山中はすぐに、そうです。南秘書の夫です。と言った。青木刑事が、そうだったのか。では、これは。と、何かを言ったが、山中は自分が考えたことを全部話したかったので、
青木刑事の話を待つことができなかった。山中は、だから、こうですね。多分金山社長は南秘書のことが好きでした。でも、彼女が結婚していることを知りませんでした。南秘書と彼女の夫の高田社長が一緒に、金山社長から2億円を騙して取った後、金山社長がそれを知ったので、南秘書は彼を殺さないといけなくなったんです。青木刑事は、多分そうだ。もう少し考える必要がある、と言った。彼は、山中の言ったことが多分正しいと思った。しかし、金山社長の家で見つけたものから、他のことも考えていた。金山社長の家には、プレゼントがあった。プレゼントのカードには、水川秘書の名前が書いてあった。青木刑事は、水川秘書が、金山社長の家に来ていたことも見つけた。では、水川秘書と金山社長は、どんな関係だったのだろうか。他にも、青木刑事は、金山社長の病院からの手紙も見つけた。彼は病気だったのだ。病院からの手紙には、彼は3ヶ月後に死ぬだろうと書いてあった。南秘書は、金山社長が3ヶ月後に死ぬことを知っていたのだろうか。水川秘書は？誰が彼を殺した？ 8. コーヒーには毒が入っていた。次の日、青木刑事は報告書を見た。金山社長は毒で死んでいた。青木刑事は変だと思わなかった。昨日、彼は金山社長の顔を見た。金山社長の目、耳、鼻、口からは血が出ていて、その色は赤黒かったからだ。青木刑事はコーヒーとケーキの報告書も見た。コーヒーには毒が入っていた。そのコーヒーは南秘書が金山社長に渡したコーヒーだ。また南秘書だ。青木刑事は彼女ともっと話がしたいと思った。青木刑事は南秘書を警察署に呼んだ。青木刑事は南秘書に、座ってください、と言った。そして、彼女に、南さん、あなたは、金山社長の秘書ですね。と聞いた。南秘書は、はい、と答えた。青木刑事は、彼は死にました。何か言いたいことはありますか？と聞いた。南秘書は青木刑事を見ないで、言いたいことはありません、と答えた。コーヒーは、あなたが金山社長に渡しましたか？はい。彼は、毎朝コーヒーを一杯飲みます。青木刑事は、南秘書を見て、コーヒーに問題がありました。コーヒーの中に毒が入っていました、と言った。南秘書は、私は知りません。と言って、青木刑事を見た。彼女は少し心配な顔をしていた。青木刑事は、南秘書の前に立って、彼女の目を見て聞いた。あなたが彼を殺したのですね。南秘書はすぐに、いいえ。私は彼を殺していません。彼は、私の上司です。どうして私が彼を殺さなくてはいけないのですか？と言った。青木刑事は、彼女の質問に答えなかった。この女性の目を見て、彼女が本当のことを言っているかを考えていた。青木刑事は彼女に聞きたいことがまだたくさんあった。彼女と高田社長の関係を金山社長は知っていたのだろうか。彼女と金山社長はどんな関係だったのだろうか。
9、南秘書と高田社長。青木刑事は、南秘書に一枚の写真を見せて、これは誰ですか？知っていますか？と聞いた。南秘書は写真を見て、知っています。彼は、船舶会社の社長、高田さんです、と答えた。青木刑事は、あなたはどうして高田社長を知っていますか？と聞いた。南秘書は、最近、金山社長が高田社長と一緒に仕事をしていたので、知っています、と、青木刑事を見ないで答えた。青木刑事は、それだけですか？と聞いた。南秘書は、はい、それだけです、と、また、青木刑事を見ないで答えた。青木刑事は、あなたと、高田社長が初めて会った日はいつでしたか？と、南秘書にまた質問をした。南秘書は少し考えた後、3ヶ月前です。金山社長と高田社長が一緒に仕事を始めた時です、と答えた。青木刑事は、本当ですか？と言って、彼女を見た。南秘書は、本当です。と答えた。青木刑事はすぐに、高田社長は、あなたの夫ではありませんか？どうして、それを言わないんですか？と聞いた。南秘書は目を大きくして、何も言わないで机を見ていた。彼女の顔は赤くなっていた。青木刑事は、大きい声で同じことを聞いた。あなたは、高田社長の妻なんですよね。高田社長は、あなたの夫ですよね。どうして言わないんですか？どうして誰も知らないんですか？あなたの会社の人たちはみんな、あなたは結婚していないと言っていますよ。南秘書は怖くなって、小さい声で言った。私はこれを言う必要がないと思いました。言う必要がない？あなたと高田社長が金山社長から2億円を騙して取ったことはどうですか？それも言う必要がないですか？青木刑事はまた質問した。しかし、南秘書はもっと怖くなって、もう何も話さなかった。10、南秘書と金山社長。青木刑事は、南秘書に一枚のカードを見せて、これの話をしましょうか。これは何ですか？と聞いた。南秘書はそれを見て、これは、私のジムのカードです、と答えた。青木刑事は、どうして、あなたのジムのカードが、金山社長の財布の中にあったんですか？と聞いた。南秘書は、彼も言っていたんです、と言った。彼も言っていた？あなたたちは二人で一枚のカードを使っていたんですか？これは、VIP カードで、二人で使うことができます。社長は、元気で運動が好きな人でした。でも、社長は忙しいので、私が、いつもそのカードを使っていました。どうしてあなたと金山社長が、二人で一枚のカードを使っていたんですか？あなたたちは、恋人だったんですか？違います。南秘書はすぐに答えた。違うんですか？では、あなたの車は、誰が買ったんですか？金山社長が。南秘書は小さい声で答えた。あなたの家は？誰が買ったんですか？それも、彼が買いました。彼が、お金を出して、あなたに車と家を買ったけど、あなたたちは、恋人ではなかったんですか？と、青木刑事はまた聞いた。南秘書は何も答えなかった。
青木刑事はすぐに次の質問をした。金山社長と高田社長が一緒に仕事をしていたとき、彼は高田社長があなたの夫だと知っていましたか？いいえ。彼は知りませんでした。南秘書の声はもっと小さくなった。青木刑事は、だから、あなたは彼を騙して、彼のお金を取ったんですね。と言って、立った。あなたが彼を騙した後、彼は、高田社長が誰なのか、そしてあなたたちが何をしたかを知りました。だから、あなたはコーヒーに毒を入れました。彼はそのコーヒーを飲んで死にました。あなたが彼を殺したんです。南秘書は悲しい顔をして、すぐに言った。違う。私は彼を騙しました。でも、私は彼を殺していません。11、誰がコーヒーを作った？青木刑事は座らないで、南秘書を見ていた。彼女が話すのを待っていたのだ。南秘書はその青木刑事を見て、少し心配になったので、もう一回言った。私は彼を殺していません。あの日の朝、私が会社に着いた時間は遅かったです。会社の入り口で時計を見ると、9時10分でした。いつもは8時50分に会社に着いて、コーヒーを入れて社長に持って行っていました。社長は、毎日9時にコーヒーを飲んでいました。あの日は遅かったので、私は、コーヒーマシンがある部屋まで走っていきました。コーヒーマシンの横に、一杯の温かいコーヒーがありました。あまりよく考えないで、そのコーヒーを、社長のオフィスに持って行きました。え？あなたがコーヒーを入れたのではないんですか？私は、あの日、コーヒーを入れませんでした。私が会社に着いたとき、コーヒーが入れてありました。では、誰がそのコーヒーを入れたんですか？多分水川秘書です。水川秘書が？どうしてですか？この質問をしたとき、青木刑事は、昨日、金山社長の家で見たもののことを思い出していた。昨日見たものは、水川秘書が、金山社長に渡したプレゼントだった。プレゼントのカードに水川秘書の名前が書いてあった。彼女も金山社長の秘書です。私が来ていないのを見て、彼女が、社長のコーヒーを入れたんだと思います。青木刑事はそのコーヒーに問題があることを知っていた。コーヒーは、南秘書が金山社長のオフィスに持って行った。しかし、コーヒーを入れたのは水川秘書？では、誰がコーヒーに毒を入れたのだろうか。12、毒を見つけた。青木刑事は、金山社長の会社に、もう一回行くことを決めた。そのコーヒーのことを調べたいと思っていた。コーヒーは、水川秘書が作った。あの日、水川秘書は9時にコーヒーマシンでコーヒーを入れて、その後、トイレに行った。南秘書は9時10分に会社に着いた。南秘書はすぐにコーヒーマシンのところに行って、コーヒーを取って、金山社長のオフィスに行った。水川秘書はトイレから戻って、もう一回コーヒーマシンのところに行った。金山社長にコーヒーを届けたかったのだろう。しかし、コーヒーはなくなっていた。社長の部屋を見ると、南秘書が社長の部屋から出てきた。コーヒーを持ったのは、この二人だけだった。今、この二人の女性は、警察署にいる。青木刑事は、彼女たちの家を調べることを決めた。
3時間後、青木刑事と部下たちは南秘書の家で毒を見つけた。この毒は、金山社長のコーヒーに入っていたものと同じだ。何が起きたのか、今わかった。南秘書と彼女の夫は金山社長から2億円を騙して取った。それを金山社長が知ったので、南秘書は金山社長を殺さないといけなかったのだ。青木刑事は警察署に戻って、南秘書の目の前に毒を置いて、彼女が何を言うか知りたいと思った。この人ははじめ、他の人たちに、自分は結婚していないと言った。その次に、3ヶ月前に初めて、高田社長と会ったと本当ではないことを言った。そして今は、金山社長を殺していないと言っている。彼女の言葉は、信じることができない。13、私は彼を殺していません。青木刑事はまた南秘書に会って、もう一回彼女に、あなたが金山社長を殺したのですかと聞いた。南秘書は青木刑事を見て、私は彼を殺していません、と、怖くなって、小さい声で言った。青木刑事は毒を机の上に置いた。そして、彼女に、あなたの家でこれを見つけました。これは何ですかと聞いた。南秘書はそれを手に取った。そして、それを見てから、私は、これが何かわかりません、と言った。青木刑事は彼女を信じなかった。彼は、この女性がまだ本当のことを話していないと思った。青木刑事は、あなたが知らないと言っても大丈夫です。私が言います。これは、毒です。金山社長のコーヒーに入っていたものと同じ毒です。あなたの家でこの毒を見つけました。パソコンの下にありました。あなたは、私たちがこれを見つけることができないと思ったのですか？彼を殺したら、あなたが金山社長を騙してお金を取ったことは、誰にもわからなくなると思ったのですか？南秘書の顔は青くなった。彼女は泣いて、すみません。本当にすみません。お金を騙して取ってはいけませんでした。でも、私は人を殺していません。殺していません。私はコーヒーを入れていません。青木刑事は、全部わかった。自分が人を殺したという人はいないだろう。しかし、今、私たちの目の前には、毒、銀行の証明書、結婚証明書がある。南秘書は何かできるだろうか。何もできないだろう。青木刑事は、金山社長を騙してお金を取ったことが彼に見つかり、彼女はとても心配で、早く彼を殺さなくてはいけないと考えたんだろう。あの日、彼女はコーヒーを入れなかった。毒を入れたのは、他の人だということができる。だから彼女は、あの日に、金山社長を殺すことに決めたのだろう、と考えた。14、誰が金山社長を殺した？青木刑事は水川秘書の家にも行った。彼女の家は、あまり大きくなかった。彼女の家には、たくさんの本があった。水川秘書は本を読むことが好きなのだろう。病気に関係する本もあった。青木刑事と部下たちはすぐに調べ終わった。何も変なものはなかった。警察署で青木刑事が南秘書と話をした後、水川秘書とも話をした。彼は水川秘書に、あなたは帰ってもいいです。もう警察署にいる必要はありません、と言った。水川秘書は、ありがとうございます、
と言った。そして、金山社長を殺したのは誰ですか？もうわかりましたか？と聞いた。青木刑事は、南秘書です、と答えた。水川秘書は、彼女は、刑務所に入りますか？何年入りますか？と聞いた。青木刑事は、そうですね。多分20年。25年。入るでしょうね、と答えた。水川秘書は、もう何も聞かないで、さようなら、と言った。あ、水川秘書。青木刑事は彼女を呼んだ。そして、あなたは、仕事の後や休みの日にも、金山社長とよく会っていましたか？と聞いた。水川秘書は青木刑事を見て、よくは会っていませんでしたが、時々話をすることはありました、と答えて、警察署から出て行った。青木刑事は、金山社長の病院からの手紙を思い出した。金山社長は病気で、もう時間がなかった。水川秘書が読んでいた、あのたくさんの本は、金山社長の病気に関係する本だったんだろう。彼女は本当に金山社長のことが好きだったのだろう。次に、南秘書のことを考えた。彼女は金山社長を騙して、彼を殺した。南秘書は、金山社長の体が元気だとも言っていた。彼女が、金山社長の病気のことを知っていたら、急いで殺さなければいけないと思っただろうか。いや、思わないだろう。雨が降っていた。誰が金山社長を殺したのか分かった。しかし、青木刑事は悲しい顔をしていた。15、金山社長の手紙。ジョー。今、この手紙を読んでいるあなたへ、こんにちは。私の名前は金山陽一で、会社の社長をしています。私は今、去年のある夜、姉と一緒にご飯を食べていた時のことを思い出しています。姉は、彼女の友達の南さんを私に紹介しました。南さんを初めて見たとき、私は彼女の恋人になりたいと思いました。彼女は本当に綺麗で、長い髪と大きい目を持っていました。笑ったとき、とても可愛い顔になりました。姉は、南さんが仕事を探している、と言いました。私は、仕事を紹介できる。新しい秘書が必要なので、南さん、私の会社に来てください、と言いました。彼女が私の会社で働いたら、私は彼女に毎日会えるだろうと思ったのです。愛することは難しいです。私は南秘書に私を愛して欲しかったです。しかし、どうしたらいいかわかりませんでした。彼女が家が欲しいと言ったので、私は南秘書の家を買いました。車も欲しいと言ったので、車も買いました。彼女の弟がアメリカで勉強したいと言ったので、私はたくさんのお金を使いました。彼女に私を愛してほしいので、いろいろなことをしました。しかし、南秘書が私を愛しているか、私にはわかりません。彼女の気持ちは時々私に近いですが、時々遠いです。休みの日には、一緒に映画を見に行きました。私が病気の時には家に来て、彼女は私の好きな料理を作りました。私が元気がない時には、一緒に旅行をしました。しかし、彼女は、私たちの関係を、他の人に言いたくないと話し、私に、愛している、とは一回も言いませんでした。私は彼女に、あなたは私を愛していますか？と聞きました。彼女は私を見て、いえ、
車、お金。いろいろ本当にありがとう。もう少し時間をください。私はあなたを愛します、と言いました。私は彼女を愛して、彼女を待っています。しかし、私の時間はいつまであるのでしょうか。16、金山社長の手紙。下。医者は、あなたは病気で、時間はあまりない、と言いました。でも、私は南秘書に、私にはもう時間がない、とは言いませんでした。最近、私の会社はよくありません。この1年、私は南秘書といつも一緒にいて、いつも南秘書のことを考えていて、仕事をしませんでした。今、とても心配しています。私は、もう一回、たくさん仕事をして、会社を良くしたいと思っています。最近、たくさんお金を使いました。もう会社にお金がありません。銀行からもたくさんお金を借りました。そのお金を全部、ある会社に渡しました。この会社は、あなたは、もっとたくさんのお金を、早く手に入れることができる、と言いました。その会社の名前は、仙楽で、社長の名前は高田です。この会社にお金を渡すことを決めたのは私です。考える時間が短かったことは分かっていました。しかし、私には、時間がありませんでした。私に、仙楽の高田社長を紹介したのは、南秘書でした。私は南秘書を信じていたので、問題はないと思いました。愛することは本当に変なものだ。私は彼女を愛してはいけなかったのです。私は彼女を信じていました。しかし、今、私には、もう何もありません。南秘書は私を愛したことがありますか？いいえ。彼女は、私のことを、好きでしたか？少しでも好きでしたか？いいえ。彼女は私ではなく、お金を愛していたのです。彼女は私を騙しました。彼女の弟がアメリカで勉強したいと言ったことも本当ではありませんでした。彼女が言ったことは全部本当ではありませんでした。彼女には夫がいて、彼女とその夫が私から2億円を騙して取りました。お金も会社もなくなりました。私は頭が悪い男だ。私の会社の人たちはまだ自分たちが仕事がなくなることを知りません。私の誕生日ケーキを買って、私にお誕生日おめでとうと言いました。いい人たちです。私の体はもう時間がありません。私は医者に、私の体はどのくらい時間がありますかと聞きました。医者は3ヶ月です、と言いました。私は3ヶ月後に死にます。今、会社もお金もありません。そして、私が愛した人は私を騙しました。とても悲しいです。私は早く死にたい。本当に早く死にたい。私は毒を買って、コーヒーに毒を入れて、それを飲みました。さようなら、皆さん。私は本当に疲れました。誰も私を愛していません。みんなが愛したのは、私のお金だけでした。私の名前は金山陽一です。お金。お金は本当に人を幸せにするのでしょうか。17、私の名前は水川真央です。ジョー。私の名前は水川真央で、秘書をしています。
私の上司は金山社長で、彼はいい人で、いい上司です。私は彼を愛していますが、彼はそれを知りません。このことを彼に知ってほしくありません。彼が愛しているのは私ではなく、南秘書だからです。私は3年前からこの会社で働いています。毎朝8時50分に会社に着いて、金山社長のコーヒーを入れます。彼は、毎日9時にコーヒーを1杯飲んでから仕事を始めます。ある日、私は会社に遅く着いたことがありました。9時にコーヒーがなかった金山社長は、少し怒って、私にどうして遅かったのか聞きました。私は、家が会社から遠く、毎日、バスで2時間かかることや、遅く起きたことを話して、彼に、すみませんでした、と言いました。社長はそれを聞いた後、私に朝ごはんを食べたか聞きました。私が朝ごはんを食べていないと答えると、彼は私にパンと牛乳を渡しました。彼は、自分は今食べたくないから、朝ごはんは私に食べてほしいと言いました。その時、私は彼を愛していることを知りました。私は彼のことをいつも見ていたので、たくさん知っています。彼は白い服を着ることが好きです。一人で映画を見ることが好きです。ラーメンが好きで、リンゴは好きではありません。電車に乗ることが好きで、飛行機に乗ることは好きではありません。彼は運動が好きなので、毎朝運動をしています。晴れの日は外で運動をして、雨の日はジムで運動をします。私は彼と一緒にご飯を食べて、映画を見て、運動をしたいと思っていますが、私は彼の秘書です。私は怖くて、彼に愛していますということはできません。私がこれを言ったら、彼は私のことが嫌いになって、一緒に働きたくなくなるでしょうか。これを彼に言わなかったら、私は彼と一緒に働くことができます。私はこの会社にいたいです。彼の横にいたいです。18、私の名前は水川真央です。中。1年前、南秘書が私たちの会社に来ました。彼女も秘書です。彼女が来てから、金山社長は毎日幸せな顔をしていました。それから、コーヒーを入れる仕事は、私ではなく、南秘書の仕事になりました。彼女だけが彼にコーヒーを入れるのです。二人は、一緒にご飯を食べて、一緒に映画を見に行きました。金山社長は、飛行機に乗ることが好きではありませんでした。でも、金山社長は南秘書と一緒に飛行機に乗って、一緒に旅行しました。いつも私が二人の飛行機のチケットを探しました。金山社長はいつも南秘書にいろいろなものをプレゼントしていました。二人は自分たちの関係の話をしませんでしたが、私は金山社長が南秘書を愛していることを知っていました。南秘書は金山社長を愛していますか？ある日、私は彼女が船舶会社の高田社長と一緒に家に帰るのを見ました。これはとても変です。彼女と高田社長はどんな関係でしょうか？私は二人のことを調べました。そして私は二人が結婚していることを見つけました。私はこのことを金山社長に話さないといけないと思いました。金山社長は南秘書を好きになってはいけないのです。私は友達にお願いして、南秘書の結婚証明書を手に入れました。そして、それを
金山社長に渡しました。私は3年前から金山社長の隣にいました。彼は私をとても信じていました。仕事のことだけではなく、他のことも私にだけ話しました。私は彼と話をすることがとても好きで、彼の話を聞くことが好きでした。彼は私にいろいろな話をしました。最近、彼はあまり幸せではありませんでした。よくお酒を飲み、よく頭が痛くなっていました。彼は私に病気であること、時間があまりないことを話しました。私はとても心配して悲しくなりました。私は彼に死なないで欲しかったです。私は彼に死んで欲しくなかったので、病気に関係する本をたくさん買いました。金山社長は私に、南秘書が彼を騙したこと、船落会社の高田社長と南秘書が一緒に2億円を騙して取ったことを話しました。私は金山社長が泣いているのを見ました。彼は誰も自分を愛していない、みんな彼のお金だけを愛している、と言いました。私も泣きました。私はどうしたらいいでしょうか。19、私の名前は水川真央です。私は寝ないで考えて決めました。私は金山社長に、あなたが好きです、と言います。お金ではなく、彼が好きなのです。私は、彼が彼だから好きなのです。しかし次の日、彼のオフィスに入って、私が彼にそのことを言うと決めていたとき、金山社長が死んでいるのを見つけました。彼の目、耳、鼻、口から血が出ていました。私が愛した人が死んでいたのです。私は彼がコーヒーの横に置いていた毒と彼が書いた手紙を見ました。私は彼が自分でコーヒーに毒を入れたことを知りました。彼は私を置いていきました。彼はいなくなりました。これは南秘書が悪いことをしたからです。彼女は彼を愛していませんでした。彼のお金を騙して取りました。私は本当に悲しかったです。私が愛した人が死んだ。私は何かしなくてはいけないだろう。南秘書にはもう楽しく生きてほしくないと思いました。私はその毒と手紙を持って帰りました。そして、南秘書の机から彼女の家の鍵も持って帰りました。私が彼女の家に毒を置きました。彼女がお金を騙して取ったことを警察に見つけて欲しかったのです。そして、彼女が人を殺したと思って欲しかったのです。私は金山社長を愛していました。彼がたくさんお金を持っていたからではなく、彼が彼だから愛していたのです。私の名前は水川真央です。水がなかったら、魚は幸せになることができるでしょうか。